どうもこんにちは、海くんです。こんにちは、せーの、アテンションプリーズパスポです。みおみおこと増井みおです。私たちは今、日本橋に来ております。イエーイ。わこの日本橋で、今日はなんと、はい、歌舞伎の体験ができるところがあるらしいんですよ。なので早速行ってみましょう。はい、レッツゴー。海くんとみおみおは日本橋駅から徒歩10分のビルの一角へ。ここに歌舞伎のことが学べるスポットがあるそうですが。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。今日はよろしくお願いしどうぞます。よろしくお願いいたします。今回講師として教えていただくのは日本舞踊宗家橘流師範の橘主十郎さん。ここで歌舞伎をできると聞いたんですけれども、どういうことでしょうか。はい、歌舞伎を分かりやすく、よりですね身近に、知っていただくために実際にですね皆さんに、実演体験ですね、セリフを例えば読んでいただいたり、動きをですね一緒にしてみたり、そういうことを通して、歌舞伎について知っていただこうと、そういうような講座を、やっております。じゃあ日本の歌舞伎がここで体験できるということですね。はい。400年以上の歴史があり、独自の動き、日本語の面白さなどが盛り込まれた人間ドラマ歌舞伎。今年オープンしたばかりのここ歌舞伎太郎は間近で講師の演技を見たり自らセリフや所作の体験をすることができる今話題のスポットでは、歌舞伎は他の演劇と何が違うのか。じゃあ何が歌舞伎、どういうことを歌舞伎って言ってるのかと言いますと、らしく表現するっていうのが歌舞伎の大事なことなんですよね。知らない方が、お客さんが見た時に、あ、これなんか良さそうなおじいさんが出てきたな、なんか人の良さそうなおじいさんが出てきたなと見えれば、見えるようにね、見た目もそうですし、でやっぱり演技としても優しいおじいさんという心で、それがね最大限伝わるように表現するんですよね。ポイントは大きな声と息遣い、そして人の真似をする観察力。早速先生に続いて実際に舞台で使われている女性の役に挑戦します。なんで私を、なんで私を。さすがです。すごい。さすがですね。さすがです。もうバッチリ声出てますね。男とは男とはそして歌舞伎で最も特徴的と言えるのが笑いの表現。はあはあ、はは。こういう笑い方。こんな笑い方する人はいないんですけども、でもなんか豪快に笑ってる感じね。はあはあ、はあ、そうです。歌舞伎はセリフもオーバーなら動きもオーバー。定番の六方という歩き方を教えてもらいます。膝しっかり足上げて、右左は揃えます。右左、今度手を変えて、左右、もう一回右いけるかな。右を前で右左、いいですね。これがね、六方という歩き方で、こんな顔した人がこう歩いてくるんじゃなくて、なんかね、こうやって、って歩くとなんかわからんが豪快だと、迫力がそういうことなんです。だからそういうふうに見えるっていうのを考えて、それがね、歌舞伎らしい表現といいますか。
それをさらにオーバーにしたのが飛び六歌舞方。伎の真似って言ってみんながやるやつです。あわかります？ちょっとやってみましょうか。こういうやつ、こういうやつ、こうやって走ったり。ポイントは膝をしっかり上げ、かかとをお尻に寄せ、勢いよく迫力を出すこと。こういう感じになる。こうつなげるのはね、なかなか難しいですけども、まずはみよみよから挑戦。かわいいわ。よっ。いやなんかやっぱり自分でも思うけど迫力がなさすぎて自分で。いや思ってるより多分出てますよ。あ、本当ですか。続いて海くん。ここは夢か現実か。進んでも進んでも前に進まぬあれ。かなり味付けしましたが、先生の反応は？僕は面白かったです。大丈夫ですか、番組的に。ちょっとうまいことなんか音楽とかつけてあげてください。生々しいわ。続いてみよみよは道具を使った男役に挑戦。昔のタバコを使って表現します。男だから肘張ってね。でこれが上向いてることね。そうですね。そう。なせゆかりの弁天小僧菊之助た。握って前。さっきのね、そうで、俺がことだ。なせゆかりの弁天小僧菊之助た。俺がことだ。いいです。あ、よかった。とてもいいです。あ、こんなよかったです。少しでこれだけできたら立派ですよ。本当ですか。よかったです。そして海くんが挑戦するのは、歌舞伎のね、見た目といえば大きな特徴でありますお化粧、その中でも特に特徴的な熊取りっていうのを、体験していただきたいと思います。熊取り。熊取りとは遠くの観客にもはっきりと見えるよう血管や筋をオーバーに表現する独特の化粧。今回は海くんがその熊取りを体験。まずは力士が髪を結う時などに使われるびんつけ油を下地として顔に塗ります。失礼します。すいませんね。なんか力強そうですね。さらに熊取りは眉毛を上の位置に描くため、本来の眉毛は極力寝かし目立たなくします。めっちゃ眉毛ついてる、ここに。そう今抜け毛やばいよ。彼の眉毛です。そして熊取りの特徴といえばおしろい。肌を真っ白に塗っていきます。こういう幼いようにやらせていただきます。わあ、すごい。ちょっと待って。思ったより白い。すごい。おい。やばい。もうみよみよ大嫌い。ちょっとね、目開けていただいて天井を見る感じ。顔を白く塗ったら血管や筋を誇張するために仕上げの紅を塗ります。これはいいな、いい体験ですね。そしてついにはい、できました。よろしくお願いします。海くん熊取り姿に変身。化粧前と比べると迫力が全然違います。すげえ。改めてすげえ。海くんのように目鼻立ちがはっきりしている方が熊取りが映えるそうです。大丈夫ですか。素敵だって言われてる。はい。
綺麗に描いていただいてありがとうございます。メイクが完成したら熊取特有の見栄の表現を学びます。見栄とは感情をより大きく表現する役者にとって見せ場となる演技。拳をねこう立てて、いけるとこまでここが伸びてる。ああいいですね。これ筋肉痛きますからね後で。そんな言っちゃって大丈夫。言っちゃってすごい。果たしてうまくできるのか。腰を落としてより目を作り決め顔決まりました。ありがとうございました。おお、すごい。素晴らしいですね。身体能力というかね、なかなか我々でもねあそこまで腰を下ろしてこうなるっていうのねなかなか訓練いることですから、それはもうさすがだと思います。すごいですね。素晴らしいです。先生海くんに大絶賛。今日はありがとうございました。いろいろご指導いただいたり、あと海くんのね歌舞伎熊取も書いていただいて、感動した。もうなりきっちゃってますね、気持ちが。はい。でもお似合いになる顔で本当にいいと思いますよ。皆さん、歌舞伎太郎へ。カモン。